いやー、やっぱり自然吸気の水平対向6気筒は貴重ですよね。今回981ケイマンに試乗しましたのでご紹介したいと思います。もうですね、音が素晴らしい。それでは行きましょう。はい、皆さんいつもご視聴いただきありがとうございます。車使用好きリマチャンネルです。今回はですね、ポルシェのスポーツクーペ981ケイマンということで、こちらですね、私のマカン GTS の点検中に台車としてお借りした車になります。981といえば現行の718ケイマンの一つ前のモデルですけれども、未だに人気のあるモデルだと思います。それはですね、やはり自然吸気の水平対向6気筒エンジンがベースグレードから積んであるというところが一つセールスポイントじゃないかなと思うんですよね。718ケイマンになるとターボエンジンが基本となりますので、ここら辺からですね、エンジンが変わってきているということになります。現行の718でも GTS4.0 とか選んでくれば自然吸気になりますけれども、ややですね、価格であったり希少性が高いのでなかなか難しいところはあります。一方でですね、981シリーズになればベースグレードから自然吸気の水平対向6気筒に乗れますので、そういった意味ではやはり価値があるなと思いますし、さらにですね、この後試乗していきますけれども、排気音の規制がまだまだ入ってない頃のエンジンなので音がすごいいいんですよね。ここら辺はもう本当に一見の価値ありじゃないかなと思います。このキーをですね、差し込んで回すタイプまだ残ってるんですよね。今は変わってきてしまいましたけれども、これぞポルシェって感じですね。エンジンオンでこの吹き上がりですよ。もういい音しますよね。それでは早速試乗行ってみたいと思います。まず車両の紹介ですけれども、今回お借りした981ケイマンはですね、ベースグレードになります。で 2.7 リッターの水平対向6気筒自然吸気ということですね。幸運なことにスポーツエグゾーストついている車だったので、この後バルブを開けながら音を楽しみたいと思います。それにしてもですね、乗り味がダイレクトですね。本当にエンジンの吹き上がりが自然吸気なので非常に軽いというのはもちろんなんですけれども、ステアリングの操作に対して車がかなり自然に曲がっていくなというのはありますね。早速ですね、ちょっと高速入っていって加速をしてみたいと思いますが、おおすごい吹き上がり気持ちいい。やばいですね。これでベースグレードですよ。めちゃくちゃいい音出しますね。なんだこれ乗るといいんじゃないですか。最新型とかじゃなくてもこの音はすごいな。今買ったら多分現行モデルとか規制がいろいろ入っているので、こういう音すぐには出ないんでしょうね。これはいいな。そしてですね、先ほどお伝えしましたが、そのダイレクトの乗り味というところではもう、ポルシェなんで当たり前なんですけれども、ステアリングを切ったら切った分だけ曲がっていくというような感じのですね、ケイマンは、ボクスターも同じですけれども、ミッドシップレイアウトなんで座席のすぐ後ろにエンジンあるんですよね。そのおかげで本当に挙動がなんか車の中心を軸にして回っていくようなイメージがあって、コーナーリングがめちゃくちゃ素直だなと思いますね。こういうところもこの何でもないカーブをこう曲がってるだけでめっちゃ気持ちいいです。そしてこの車 PDK なんでマニュアルモードでシフトアップダウンもできます。当然パドルシフトもついてますね。この変速での音も気持ちいいな。いろいろやばいっすね。これあえて選ぶ価値絶対ありますよね。ここもいやほんといい音ですよね。このスポーツエグゾーストが最高だな。
このシフトを操作した時のこの追従というか、すぐに吹き上がる感じがやっぱりほんと気持ちいいですよね。このケイマンと一体になって思うようにエンジンを回しているみたいなところが本当に感じられて素晴らしいと思います。当然ですね、自然吸気なのでターボラグないですからね。これは本当にいいと思いますね。乗り心地で言うとですね、当然足は硬いですけれども、この試乗車はですね、アクティブサスっていうのもついてるみたいだったので、足の硬さもコントロールできました。ただですね、もうケイマンほとんど1人で運転するような車だと思いますので、座席2つありますけれども、足の硬さは路面からの情報が得られるので、むしろ気持ちいいかなと思います。そういう車ですもんね。いや、これは本当何回も言ってますけどいいですね。スーッとコーナーを曲がって入っていくところが、ここもですね、思う通りに動いていく感じがしますね。本当にこれベースグレードですけれども、この当時のケイマン S とかケイマン GTS とか馬力がさらにアップしてくるので、相当さらに気持ちいいんだなと想像できちゃいますよね。興味が湧いてきます。いやー、気持ちいい。今ですね、さーっと走ってきましたけれども、この 2.7 リッターの水平対向の自然吸気はスペックでいうと馬力が275馬力ですね。そしてトルクが290ニュートンメートルということで、昨今の、最新のスポーツモデルとかターボモデルに比べるとですね、確かにそんなにパワーはないんじゃないかなと思いますけれども、車体が軽いというのと、何よりこのエンジンが気持ちいいということもあって、私今回運転しましたけど、全然遅さとか感じないですね。むしろ速い、当然速いんですけれども、何より運転してるフィーリングを大事にしたいと思われる方にはこのモデル結構選んでいいんじゃないかなと思いますね。というのもですね、もう皆さん同じ考えというか、もう市場がそう評価しているので、値段がですねなかなか下がってない状態だと思います。カーセンサーなんかを見ますとですね、このケイマンのベースグレード、当時の新車価格が約660万円でしたけれども、仮走行な車以外はですね、だいたいそのぐらいの値段で売られてますね。ケイマン S がだいたい乗り出し800万ぐらい、そしてケイマン GTS がだいたい1000万ぐらいということですけれども、その価格前後ぐらい、むしろですね少し価格上がってるんじゃないかっていうぐらいの出品価格になってるので、ちょっと価値減ってないところが上がってるじゃないのっていうことですよね。当然この自然吸気のこのタイプはもうこの981しか積まれていないので、この音とこの感覚を味わいたいと思ったらこれを選ぶしかないということですよね。それでいうと現行の718もですね、次から EV になってしまうと言われていますので、モデルでいうと GTS4.0 とか GT4RS とか、当然 GT4 もですね値段はですね、下がらないんじゃないかなと思いますよね。ここら辺がポルシェの、魅力というか、一部でポルシェは資産と言われているところが来るんじゃないかなと思います。当然911なんかの値上がりも特に役物のモデルで GTS とか GT3RS とか、クラシックとかとんでもない値上がりしてますよね。もうちょっとサラリーマンには手の出せる価格帯じゃなくなってるので、もう本当に夢のまた夢になってるんじゃないかなと思いますけれども、そういった意味でこの K1 ボクスターはまだ選べますし、もちろんですね911が買えないから我慢して買うっていうわけじゃなくて、この K1 とかボクスターにもミッドシップレイアウトの魅力がありますから、もう率先して選んでいっていいモデルだと思いますよね。本当にそういった意味ではポルシェの営業マンが言ってるように、どのモデルもその優劣があるわけではなくて、それぞれがポルシェなんですと言われていますから、本当にどれも魅力のあるモデルだなと思います。はい、ということで今回はポルシェの981ケイマンベースグレードスポーツエグゾースト付きをご紹介いたしました。いや本当に楽しい試乗でしたね。こちら借りられるのはまたいつでも借りたいなと思っちゃいました。今回もご視聴いただきましてありがとうございます。よろしければチャンネル登録もお願いいたします。
それでは皆さんも良いカーライフを。